はい、いつもの練習場にやってきました。今日はですね、フリースタイルトリックハウツーシリーズを続けていこうと思います。で、初の実践編です。今までの動画を見てくださった方は、もう十分にシミュレーターで練習してロールフリップバッチシだと思うので、もしこの動画を初めて見に来ているという方はですね、これ私がやってるフリースタイルハウツー動画シリーズの一つのエピソードなので、もしこれからフリースタイルを始めようという方はこのシリーズの最初のエピソードから見ていただくとより理解が深まると思いますので、よろしくお願いします。で、今日はですね、何を練習するかっていうと、スプリット S をやってみたいと思います。今回ゲストにタグコプターさんをお迎えしているので、ちょっとタグコプターさんカメラ持ってもらっていいですか？方向転換するための技で、ロールを180度して、でフリップをまた180度して反対方向に向くっていう。で、もともとはなんか飛行機とかで方向転換するのにこう大きく旋回しなきゃいけない機体とか、ラダーがない機体とかで、その素早く方向転換するためにこういう風なマヌーバーがあるらしいんですけど、ドローンだとね、どの道すぐ回転できるんですけど、こういう風に方向転換すると、かっこよく見えるっていう理由で、そのフリースタイルトリックの一つとして、取り入れられています。で、今日は黄色い屋根のあるオブジェクトを使って練習したいと思うんですけど、よくあるシチュエーションだと2つ木が並んでて、その上をスプリットして通り越して木の間をくぐり抜けて方向転換っていう感じにするんですけど、今ちょっと冬で枯れ葉になってね、枯れ木になっていてですね、程よい木がないんで、代わりにベンチの屋根いい感じになってるんで、それを使って練習したいと思います。で、そうですね、タグコプターさんは、スプリット S するときはなんか心がけてることありますか？スプリット S をするときに心がけてること？はい。とりあえずこう来て、最初のロールのフリップで、こうピタッと、そうですね。それ重要ですよね。で止まるように、心がけてます。それぐらいかな。なるほど。それがやっぱりずれないように。そうですよね。やっぱりそのロールがピタッて止まるのは結構かっこいいですよね。そう。で、あとはこう左右、右でも左でも両方できるようにバランスよく、両方やるように。そうですね。してません。それはそうですね。今日じゃあ左右両方練習する感じで、どのフリースタイルトリックも以前のシリーズでもお伝えしてますけど、やっぱり左右両方できるようにした方がなんでしょうね、映像を撮った時にバラエティのある映像が撮れるんで、いつもこの人左回転してるなみたいなような感じにならないようにも両方練習して、それを動画撮る時に取り組むといいと思います。でですね、僕自身はそのタグさんと同じように、やっぱその入りでパシってここは結構ニューってゆっくりいくと、やっぱりレースのコークスクールみたいになっちゃうんですよね。だからフリースタイルっぽさ出すには、やっぱりそのダイナミックな動きがあるといいんで、そこをパッてやるっていうのを僕も意識してやります。で、あとはその対象物をなるべく常に映像に入れたいっていうのがあるんで、例えばこのベンチをスプリット S するんだとしたら、こう行ってここでロールしちゃうとこっちに映像が入っちゃうんですよね。なのでスプリット S するときは、その対象物も絵に入るようにこの辺でできればロールしたいです。そうですね。で、この流れで飛んでいくんですけど、その時にこの対象物、常にこの画面の中に何かがないと、こういう映像になると、空だけの映像になると途端につまらなくなるし、見てる人もその方向感覚を失っちゃうじゃないですか。それで酔ったりもするので、なるべくその映像の画面の中に何か被写体を入れておくっていうのは常に僕は意識してやってます。
だからこの前でもう回る感じだよね。アプローチの時にも前で。うん。で、フリースタイル、これスプリット S の話じゃないですけど、フリースタイルで、気持ちいい映像とか流れって結構そのスロットルを入れてない時の動き。あこうグライドしてたり、うんポーンと上げてまあ、わかりやすいのだったらビーズのダイブとかですよね。うんビルの端っこをこうわーって降りていくのって、スロットル入れないです。ただ流れてるだけなんだけど、すごい見てて気持ちいいみたいな。ああいうのってやっぱり、プロペラも回ってないんで、アイドル状態なんで、うん当然機体もブレないんで、映像もすごいブレずに安定してるし、その自然な、その放り投げられてるっていう感じがすごい映像の中で面白い。なので、スプリット S するときは、こう、車体をアプローチして、スプリット S する対象物の手前で強くスロットルを入れる。で、強くスロットルを入れて、その完成力でもうパッとロールして、その流れで、ここはもうスロットル入れないです。スロットル入れないで、わーって流れていって、で、徐々にこっちに方向転換しながら、こう、被写体をスプリット S でくぐっていく。この時に結構注意したいのが、スプリット S で、こっちに向かって、このまままっすぐうーんって降りていって、通るところを確認して、わっていくのは、最初はそれやりがちなんですけど、その問題には2点あって、こう行って、このままキューンって降りていくと、この降りていくときに、真下に降りると、このペラ、真下に降りていくのに、バーンって落ちないように徐々にスロットル入れるじゃないですか。それスロットルを入れると、このプロペラが回って、ここに自分のプロペラが出してる空気がバーって出て、その空気の中にさらに自分が落ちていくんで、乱れた空気の中に機体が落ちていくっていうのは、乱気流の中を走るので、機体がすごいブルブルブルってなって、でよくあるブル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 っていう状態になるんですよ。それが一つの問題点と、こう行って、くぐるところが見えて、こう行くと、まあ、映像的にあんまり面白くないんで、ここは、こう行って、ここは円を描きながら、もう予測ですよね。こういう風な流れを自分がもうラインを描いていて、くぐり抜ける先が見える前に、もうここら辺で、こう行く。で、もう見えた時にはくぐってるみたいなのが、やっぱり、あっと驚くような映像になります。なので、それを意識して、今日はあそこを、その、ブルブルブルってなる例と、シューってくぐる例を2パターンやってみたいなと思います。タグさんは、親指系なんですね。親指系ですね。いいですね。これ逆。いや、今のは、いつもの。やり慣れてる方。やり慣れてる方。右ロールですよね。右ロール。モード2だと、やりがちな方ですよね。そう。引く方が、やっぱりやりやすいんで。で、今度逆やります。これが苦手な方。苦手な方ですね。これが苦手な方。苦手な方苦手な方ブレブレですね。言い過ぎてますね。タグさんのレーツは、ロールは何度ぐらいになってるんですか？ロールは、1000、じゃあ1000あるんですね。1000ある。それちょっと違う技です。あフリックになってる。これですね。そうです。それをもうちょっとその、流れて入っていくと気持ちいいですよね。流れてっていうか。今まだその、プロップウォッシュなるまでには行ってないですけど、でもやっぱり最後ちょっと垂直気味に降りてるから、そこを屋根を半円でくぐる的な感じ、なんていうんですかね、説明すごい難しいですけど、ちょっと待ってね。難しいな。そう難しいんですよ、これが。結構怖いんですよね。ぶつかりそうになるから。そういう感じです、そういう感じです。今のいいっすね。で、やっぱり自分もなるべく被写体近いを意識しますよね。
飲もうかな。はい。あんまバリエーションがないね。まあ、スプリット S うなんで、バリエーションは確かにあんまりないですね。でも人によっては結構、陽を入れたりするんですよね。ん。よう。はい。陽を入れて、うんちょっと斜めな雰囲気を出したりするんですよ。離陸します。そう、これでアプローチして、手前で投げて、こう。で、こう、悪い例は、こういって、見えるまでこう降りちゃう。で、ここくぐる。これだとダイナミックさ欠けるんで、向こう先が、覗いた先が見える前にもうこう、入ると、かっこいい。った感じで。そうすると、プロップウォッシュも、こう、これ絶対プロップウォッシュ起きるんですよ。真下に落ちていくと。これが悪い例。で、まあ、こういく。もう一回悪い例いきますよ。悪くはないんですけど、まずこれスタートポイントですよね。これをまずしっかりできるようになって、で、ここら辺で、スロットル上げて投げて、こう、背面飛行をちょっとする感じ。投げて超える感じ。そう、投げて越える感じ。手前で投げて、ずっと黄色い屋根が見える状態を保って、で、越える前にちょっとピッチを入れ始めて、越えたあたりからぐーんとくぐっていく。うん。これを、まあ、これ苦手な方いきます。これは最終的に目指すところの形だよね。そうです。これ最終的に目指すところの形です。なので、やっぱ段階的には最初は、これがあると思うんです。一回背面で、これを超えるっていうところをまず練習する必要があって、で、その背面になった時も、その対象物、被写体を常に意識 しないといけないんで、そこもやっぱ最初は難しいですよね。うん。で、自分のこのスロットル入れて、これがどれだけ飛ぶかみたいなのも、完成力がどれだけあるかっていうのも、そのスロットルパワーと機体の重さで全然違うんで、それにまず、こう、これがどれだけ飛んでいくかっていうの。うん。あとはロールのやっぱり回り具合も。そうですね。まあ、それはできればもうシミュレーターで把握しててほしいですけど、で、これぐらい飛んでいくんだよっていうの。で、ドローンって機体が水平がより飛ぶんですよね。これちょっと DV や映像越しだと説明しにくいんで、後で機体を持って説明しますけど、なぜフェールセーフって出なかったけど。なぜ今の怖い。なんか、ESC が1個壊れたっぽい。1個、これが回らなくなってる。なんでだろう。 ESC の電気がついてない。うわーマジか。うん。別になんかバンって入れたわけでもないのにね。でもない。怖っ。ちょっと機体トラブルにつき、キス、まさかの100年ぶりぐらいに ESC が壊れて、ちょっと驚きなんですけど、しょうがないので、このフライト1で、ちょっとフライト1のこの、アームして、スロットル入れない限り、止まるんですよ。っていうか、あれだ、俺、閉めてなかったね、閉めてないやばい。からそうなるんじゃなくて、ちょっともう一回やり直し。やり直し。閉めよう。しないんで、ちょっともう一回やると、まあ基本は、そう大丈夫。フライト1はスロットルを入れるまでは、このアイドル状態で、PID が効かないんですよ。はいはい、で、スロットルを一回入れると初めて、さっきみたいに PID が効くようになるんですね。で、PID が効かない間は、これも、モーターも、こういうアイドル状態で、手で
怪我防止になってるんですよ、ぶつかっても大丈夫なように、これ顔面に当てても大丈夫らしいんですけど、ちょっとそれは怖いんでですけどはいというわけでちょっと引き続きフライト1のセールスポイントをお伝えした後にスプリット S の続きをやっていきたいと思います。でそうですね、最初スプリット S をするときになんかスティックに砂が詰まってて動きが悪い。最初これ調整直したんですけど、フィルター変えたんですよ。ミディアムからプリディクティブにしたらすごい変な音してますよね。ブラッつってまあそれはいいとして、まず最初いきなり被写体で被写体じゃないや対象物を使ってやるよりかは、まず一回ロールとピッチの組み合わせをしっかり掴んで、こういう動きなんだなっていうのをしっかり理解して、ロールピッチダウン、ロールピッチダウン、これがスプリット S の基本の動きで、これをしっかり空中で対象物なしできるようになったら初めてこういう対象物を相手にやります、でですね、で基本この辺りでぐーんとスロットル入れて、この辺りをガーッとグライドしてロールしたらここをきれいにくぐる、それをやる。この機体ちょっとダメだ、やばい、この機体ダメだ、ちょっとトラブル続きで、ちょっとごめんなさい、この機体今日設定を変えて試そうと思ったら設定がずれてて全然飛ばせないんで、もう片方の機体は ESC が壊れたのでちょっと応用編はまた今度、スプリット S の応用編は次回パート2でやりたいと思います。はい、なので、今回のスプリット S のハウツーはこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた来週。